皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話ししていきます。大事な問題についてじっくり深く考え、自分なりの視点や意見を持つ、そんな時間を一緒に過ごしましょう。宮崎智美の考えるラジオ始まります。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。こんにちは、 MC の山崎純一郎でございます。今日のストーリーテラーは宮崎智美さんです。宮崎です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮崎さん、今日はどのようなお話でしょうか。今日はですね、先日の米中首脳会談、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談がありました。この際習近平国家主席がですね、トゥキディデスの罠、トゥキディデスの罠、トゥキディデスの罠、この問題に言及しました。これ非常に今後重要な事態に発展する恐れもありますので、この発言について深くお話していきたいと思います。はい、お願いします。トゥキディデス、トゥキディデス、これは古代ギリシャの人なんですけども、実はこの番組一度取り上げたことがあって、カナダのカーニー首相が、中堅国みんな結集しようという呼びかけをした時も、この人の名前を、この人のお話を持ち出したりしてるんですが、そういう意味では政治の世界では割と有名な人で、何をやったかというと、古代ギリシャ、アテナイとも言いますけども、アテネとスパルタ、スパルタ、スパルタ主義とかスパルタ教育とかっていう、厳しいというスパルタですね、その間で戦争がありました。この時の、戦争に関する、細かな記述を残した今の時代から考えると歴史家という、になりますけども、当時はそのアテナイの方の将軍でもありましたし、ですから要するに戦記を詳しく残した人ですね。ペロポネソス戦争のペロポネソス戦争の戦記を残した人ですね。で、どういうことかといいますと、アテナイはですね、海上国家、海上貿易をもとにものすごく力をつけてきた新興勢力としてですね、ギリシャの世界でぐんぐん伸びてきた、都市です。で、一方でスパルタは陸上部で、従来からものすごく強い権力を誇ってきた都市軍ですね。で、その両者がぶつかり合うという。海上というと地中海のエーゲ海ですね。辺りの海上貿易、交易を中心としてものすごく経済大国ですねとして力をつけてきた新興勢力がアテネで、旧来の覇権国家軍、あの時は都市ごとの集まりですから、ポリスですね、の中心がスパルタ、でスパルタの方がそのペロポネソス同盟というのを作って、アテナイの方がデロス同盟というのを作って、両者が力をしのぎ合うと、そういう状況になったんですね。その時のその戦争の様子を詳しく書いたのがこのトゥキディデスです。戦争の期間って長かったんですか？30年とも2400年とも言われてます。2400年実はですね、定説では30年ぐらい、紀元前431年から30年ぐらいやってた戦争だと言われてるんですけども、どうもその、彼の書いた戦記を見てもですね、講和条約が結ばれた形跡がないんですよ。だから戦争が終わったという証がどうもないということで、後世ずっと下りまして、
1996年にですね、アテネの市長さんとスパルティの市長さんが、セレモニー的に和解みたいなことをしてまして、これはお祭りみたいなものですけどもしそこまで続いてたとしたら2400年ぐらいそういうお話です。なんか隣の国の半島みたいな状態。あれもまだ休戦ですからね。休戦ですもんね、あれもね。でさ、講和条約が結ばれた形跡がちょっと確認できない戦争、30年でも長いですよね。長いですね。それぐらいの戦争があったと。でその歴史家としてですね、後世歴史家と呼ばれるんですけども、そのものすごく細かな記述、どうして戦争に至ってしまったのかというところも書いてまして、アテネのその急速なこの力のつけようが、スパルタの方の警戒心をものすごくこう呼び起こしちゃったということが書かれていてですね、それを今度アメリカのハーバード大学の教授がですね、このトゥキディデスのこの戦記をもとにですね、過去同じような対決の構図が起きた時にどうなるかというのを論文としてまとめ上げた、それがトゥキディデスの罠と呼ばれます。でこの、教授ですね、アリソンさんですけども、彼によると同じような対決の構図が16回あったと。16回あった。16回ですね、世界史の中でこれまでにあったというか16回を調べたってことですかね。そうしたら12回が戦争になってしまった。どの戦争を選ぶかということもあるんで、それは論文ですがその辺もしっかりと書かれてるんですけども、ですからこういう対決の構図、新興勢力と既存の覇権国との対決の構図が生まれた場合、戦争は避けにくいですよと、リスクが高い、戦争リスクっていうのは極めて高いですよっていうのが、このトゥキディデスの罠という、これは2017年にこのハーバード大学のアリソン氏が、書籍を表しまして、その中でそういう、警告を発したっていう形なんですね。これでも最初にズバッとその今お話取り上げたっていうことは、つまりあれですよね、もう一方はアメリカで一方は中国だっていう話で、もうスパルタとアテネの話で置き換えてみますと、スパルタがアメリカですね。アメリカ、既存の、覇権国、でそれに対して対等勢力である中国が、アテネという形になりますかね。でそういうものが、こう並び立ってきた時に、戦争を避けるっていうのは難しいよっていうのがこのアリソン教授のトゥキディデスの罠という、それが罠であると、そういうのにリスクがありますよっていう、これにとらわれたら大変ですよっていう、そういう書物を表したんですね。ただこの2017年にその書物出たんですが、トゥキディデスの罠、今聞いただけでもちょっと2つの巨頭が並び立ってきたらちょっと警戒しなきゃいけないっていうのは分かるかと思うんですけども、これが結構なんか脅しのような感じに聞こえますよね。中国側が言ってるわけですから、そうですね、自分たちはアテネみたいな形になってきたんだけど、このままリスクをちゃんとコントロールしないと戦争に至ってしまいますよと。16分の12の確率そっちになるけど、それはやっぱりちゃんと管理していこうねというのが今回の習近平氏の発言ですね。でちょっとやっぱり発言ですので正確なところをお伝えしようと思います。中国の外交部が文書で出してますので、これが一番公式的な発言です、公式の発言ですので、その日本語をちょっと私なりに訳してみましたので、100年に一度と言われる変革が世界で加速しており、国際情勢は流動的かつ不安定になっていると。中国とアメリカはトゥキディデスの罠を乗り越え、新しい大国関係のパラダイムを築くことができるのか、世界的な課題に共に対処し、
世界により大きな安定を提供できるのか、両国民の幸福と人類の未来のために二国間関係の明るい未来を共に築けるのか、これらは歴史、世界、そして人民にとっては極めて重要な問題である、そういう発言をしたんですね。はい、ですから、これは何を言ってるのかというと、自分たちが新興勢力として、アメリカに並び立ちましたよという宣言をしたというふうに受け止められました。はい、それは宮崎さんが個人的に受け止めたんですか？各国のメディアが、はい、もうそういうふうな形で、その受け止め、日本でもね、そういうふうにこのトゥキディデスの罠を持ち出したのかと、いうことで、しっかりと解説記事が出てきたりしました。一番早かったかどうか分かりませんけど、野村総合研究所の木内隆秀さん、これはさすがですけども、トゥキディデスの罠とドンロー主義というのは、トランプとモンロー主義をかけた言葉ですけど、こういう解説記事なんかが書かれています。ですからやっぱり中国が、自分たちがもういわゆるそのアメリカをプレッシャーをかける位置に来たんだということを自ら国家主席が宣言したということで、これは極めて重大な発言だという、トゥキディデスの罠を持ち出したのかという、そういう受け止めはされています。ただ日本は弱いですね。その報道の仕方ですか？はい、これはもう他国の方が圧倒的にこの発言については解説が飛び交ってます。日本はなぜか弱いと、はい、でしかもちょっと弱いという危機感ということが分析が浅いすいませんいや別にその危機を煽るつもりはないんですけども、やはりその米国と中国がこう対決の構図になればですね、その最前線の位置、地理的にやはり日本というのは、これはものすごくフロンティアな場所に立っているわけですから、それにしては捉え方がですね、あまり深くないというふうに私は感じます。これ比較すれば簡単なんですけども、でそもそもトゥキディデスの罠で驚いてみるっていうのは、これは日本のメディアもあったんですけども、実は習近平氏がトゥキディデスの罠の話をするのは今回が初めてじゃないんですよ。そうなんですか？はい、この視点がまずないと、今回こういうことを言ってこれはなんかものすごく辛抱遠慮があるよねみたいなふうに言っても、ちゃんとした分析ができないというのはちょっと私なりの視点です。で実はオバマ大統領と2015年に、これはアメリカで首脳会談やってるんですけども、その時もこのトゥキディデスの罠については喋ってます。はい、ですからそのアリソンさんの本が2017年ですから、それより前にトゥキディデスのことを喋ってます。それとあとバイデンさんと会った時も喋ってます、トゥキディデスの罠ですから初めてじゃない。てるわけですね。だから今回その、脅しをかけてきたというのが正解かどうかなんですけど、2015年の時も同じような意味合いだったんですか？それが違うんですよ。違うの？逆はい。トゥキディデスの罠っていう話があるけども、中国は、そんなところに来てませんよという、まだまだ小国ですよそういうことではありませんよという意味で使ってですね、だからトゥキディデスの罠のようなものはないみたいな。ないと、はい、その共大国間でね、こう5人がこう蓄積されればね、そういう罠ができちゃいますから、そういう罠ができないようにしましょうねと、そういう趣旨で喋ってる。これはある意味で、今回の話とは逆で、実はバイデン氏と会った時も、トゥキディデスの罠は歴史的宿命ではないと、はい、新冷戦はしてはならずと、これは
どっちも勝者になれないみたいな言い方をしてるんで、で今回はもうこれは前提の喋り方なんで、すいません、より深刻な、今まではトゥキディデス罠みたいなことにはなりませんよと中国は、と言ってたのが、トゥキディデス罠が起きるかもしれないと、これは米中両国でしっかりとコントロールしていかなきゃいけませんよねという、ある意味で二大大国の承認欲求みたいな形で突きつけてきたっていう。なるほどね。そういうふうに見ないといけないと私は思うんですね。そういう分析をしている日本のメディアは少ないという、少ないですね。むしろ隣の韓国なんかの方がしっかりとその辺は分析してるみたいですね。はい、新聞の社説なんかでも、過去と言い方を変えてきましたよっていうような指摘はちゃんとしてますね。はい、これはどういうふうに捉えたらいいのかっていう、韓国の方がさらにフロンティアといいますか、最前線の位置にいますから、一つ一つの公式発言もしっかりと分析を加えてるということですかね。でもその2015年からバイデンさんの時、オバマさんの時、バイデンさんの時で今回って、そういうふうに今回変わったってことは、そのシー・チンピンさん、習近平さんの、あるいは中国側と立場として何かもう俺たちはもう大国になったぞっていう、だんだん自負が芽生えてきたとか、そんなような。それは間違いなくあると思います。近年経済的に見ても、いわゆる環境問題についても、あと海軍力ですね、航空母艦なんかも建造してますし、それとやはりそのエネルギー分野でもアメリカが凋落する一方で、中国が新しい再生可能エネルギーも伸ばしてますし、原子力発電なんかもアメリカは停滞している中で中国はどんどん伸ばしていると。それエネルギー問題ですね。それとあるいはアフリカ、あとはアジア諸国への影響力の拡大なんかも見ても中国はかなり拡大してます。ですからそういう自分たちが伸びていっているという自信と、もう一方で逆に言えばアメリカ側が戦略を変えることによって、中国からすれば御しやすい相手になっているという、御しやすいと言いますか、今までアメリカは西側諸国を束ねてきたわけですけども、今ね、関税をどんどん課したりですね、同盟国に、あるいは軍隊駐留引き上げるぞとかね、そういう話ですので、そういう一致結束したところは解いてるわけですよね。ある意味でアメリカは単独で強国として生きていくという形に変わっていったという、それが衰退と見なくても、二大強国として話をしやすい状況にアメリカ側がなってきてますよね。今までその西側の同盟国の盟主みたいな形ですけども、一国の強い国ですから、で中国は自分たち、こっち側の一番強い国として、二人で話し合いましょうねというのが言いやすくなってるんだと思いますね。でもよりトゥキディデスな状態になってきてるという、で多分オバマ氏の頃言ってたのは、本当に自信がなかったのかもしれませんけども、あるいは時間稼ぎしてたんじゃないかという見方もできますよね。力を自分たちつけている最中で、今ガンとぶつかり合ったらまだそんな成果が出ないけど、もうちょっとしたら追いつけるんじゃないかというので時間稼ぎしてたという見方もできますよね。それでトゥキディデスを使ってたと。でも今回は並び立ちましたねと、どうするんですかと、ちゃんとコントロールしなきゃいけませんねという話ですから、非常に重い発言、公式発言だと思うんですね。そういうことですね。でしかもこの文脈の続きでつながって台湾の話が出てるわけですから、これはそういう日本ですどうもその台湾有事の問題が高市首相の
発言等もあったもんですが、そこがこうクローズアップされるんですけども、このトゥキディデスの罠の話があって、もう事実二強国の時代が来ましたよと、でそういうパラダイム転換が、来ますよと。その中で米中でどうやっていきましょうかっていう問いかけをした上で、自分たちはもうそこに成り立った宣言をした上で、台湾について話を出してるわけなんで、これは非常に、いや日本としてはとてもね、普通ならこう危機感を持たなければいけない。そうですね。そのトゥキディデスの罠の発言というのをしっかりと捉えないと、とかくこの外交交渉になりますと、その裏でどういうことを言ったかっていう、これも重要なんですよ。実はこういう話をしてたとかね、そういったのも重要なんですけど、やはりその公式発言の変化ですね、それの影響、あるいはその突きつけられた側は今度アメリカになるわけですから、アメリカの次の出方、これを考えないといけなくなると。で日本はそういう意味では苦手な分野ですね。苦手というか、今までやっぱりアメリカがこの西側諸国の盟主として圧倒的な経済パワーと、日本は安全保障条約を結んで、という関係でしたけども、今回そのアメリカがそういうその西側の盟主というよりも一つの国として、もう片方の中国と向き合うっていうことはですね、今までそういう付き合いではなかったもんですから。なるほど。思考もそういうものじゃなかったんで、どう考えなきゃいけないかということですね。これまでの経験則というか、そういう積み重ねの上では、延長線上ではなく、新しい考え方、新しい捉え方、新しい行動パターンみたいな、新しい思考パターンですかね。行動というとなかなか難しいですね。確かにそうです。今あるものをね、先読みして、自分から壊していくわけにも日本はいきませんからね。変わりますね、じゃあもういいですなんて自分たちから、言えたもんではないですからね。非常にその辺、ただ、思考の問題として、あるいは備えとかそういうこと、プラン B というんでしょうか、今までそういう頭のトレーニングしていなかったところ、そこはしっかりとしなきゃいけない、そういう話になってくると思うんですね。で特にその、台湾の問題についてそういう文脈で、言って、トランプ氏はその会談の後アメリカの一部メディアに語ったところによると、その台湾についてどうするのかについてははっきり何も言わなかったっていうふうに言いましたよね。多分それは報道ベースですけど、多分それが真実に近いもんだと仮定すればですね、トランプ氏は曖昧戦略、高市氏とは違って、曖昧戦略でその場応じたっていうことですかね。台湾についてどうするとも言わない、で一方で武器売却の話を出したり、そういう形で、中国側と向き合っているという、そういう戦略ですね。だからそういうことが米中の間でついこの間起きたわけです。だから日本のメディアがその辺を深掘りしないのは、それは分かっているけどしないのか、その辺は自分分かっていないのかはちょっと難しいんですけどね。米国と中国の首脳会談ですから、その情報へのアクセスっていうのは日本の外交の、取材とは違って、それはアクセスのしづらさとかあると思うんですけども、どういう見立てかっていうところの、それはあると思うんですけども、ちょっとあまりにも浅いような気がしまして、それで今日は取り上げました。でこの先ですね、日本がどういう点に気をつけなければいけないかなんですけども、一つは台湾問題ですね。
まあこれイギリスのガーディアンというメディアですとか、あとアメリカのブルームバーグなんかは、これはやっぱり今回の発言っていうのは台湾問題を主題にした発言と捉えるべきだというような解説記事を出してますね。まあその解説が図星かどうかは別にして、日本がやはり気にしておかなきゃいけばいけないのはやっぱり台湾問題だと思うんですね。それは台湾っていう小さな何かその、出来事が台湾に関して、出来事がそれが大きな戦争に発展するみたいなイメージ、ですからこれをうまく米中で米と中ですよ、あくまでも他の国関係ないですよね、このトゥキディデスの罠を持ち出したということは、米中でしっかりと向き合って新しいパラダイムの中でどういうふうに考えていくのかしっかりやらないと大変なことになるという、本当に16分の12かどうかは分かりませんけども、そういうような持ち出し方をしてるんですね。むしろ、なんか、そっちがことを起こして戦争になったらあなたのせいですよっていうことですよね。ですからそれはアメリカとしては非常に厄介な突きつけられ方ですよね。いやちゃんとそういう話をしたのに、そっちが台湾について、我々のその主権、自分たちは決して現状変更者じゃないんだと、自分たちの主権を守るだけだというようなね、そういう言い方をしてきますからね、そっちが介入といいますか、したからこういう対決になってしまったんですよという、そういう持ち帰り方を先にしてきたわけですから、これは非常に難しい。その中で、日本はどういうことかと。だからやっぱりアメリカはもうこの米中首脳会談の前からピリピリしてたんですよね。でさ、そういう中で台湾有事が日本のというかそういう発言をすると非常にものすごくセンシティブで、トランプとしてもやりにくいから、ちょっと静かにという、そういうことになったと思いますね。なんかピリピリで思い出しましたけど、あの時訪問した時に 2回目かなんかの会談だとえらくトランプさん不機嫌だ不機嫌の理由はどこにあるのかね、いろいろあるかもしれません。やっぱりいろんなところに戦争といいますか介入してますんで、分かりませんけども、やはり一番重要なのは、二大強国間の駆け引きでしょうから、トランプ大統領としてもですね、そこへのそのセンシティブな感じというのはものすごくあると思います。でただこの二国間で話が進むとですね、台湾そのものはもちろんですね、日本もいわゆる蚊帳の外で話が進んでしまう、そういうことになる恐れっていうのはありますよね。で恐れていってもじゃあ混ぜてっていうのもこれなかなか難しい話ですし、あるいは台湾なんか自分たちは当事者なんだから、自分たちの考えも言わせてよって言っても、なかなかこの二強国で話が進んでいくと難しいことになります。これはちょっと歴史的に見て同じような状況っていうのは、日本にとってみて同じような状況っていうのは1945年の2月11日のヤルタ協定ですかね、ヤルタ会談、これがもう自分たちの知らないところで密約約束ができてしまった戦後どうするかという、特にヤルタ会談というのは当時ソ連のクリミア半島ですね、今ウクライナと領有を争ってますけども、クリミア半島のヤルタという、保養地でしょうか、保養地で、3首脳が集まったと、イギリスのウィンストン・チャーチル首相、それと、アメリカはフランクリン・ルーズベルト大統領、それと、スターリンですね、
はい、ソ連のスターリンとこの3人が集まって、ヤルタ会談という開いて、そこでソ連の対日参戦なんかも決まっていって、戦後処理、その場合日本どうするんだというところまで話し合われた、はい、これは、戦争当事国なんですから、もちろん知らせながらやるわけじゃないですけども、ないわけですけども、今回のその米中というこの組み合わせで話が進むということは、東アジアの重要な問題について、2強国で決めていかれる可能性がある。東アジアだけじゃなくて世界のですね、秩序、だからパラダイムっていう、パラダイムという言葉を使った習近平氏が使ったところも日本の報道はあまりしっかりと捉えてないんですけど、これも重要なワードだと思うんですけども、今までの規範って言いますか模範っていうか典型的な考え方っていうのが変わるということを言ってるわけで、その変わりぶりにですね、日本というのは、関われないというのがこの、事実に強国の話し合いが進めばそうなっちゃいますので、ここは非常に難しいし、それに、こうキャッチアップしていくっていうのは、今までなかった話、思考だけじゃなくて、実際そこで決められていくとすればですね、そこにどう対処していくかっていうのを考えていかなきゃいけないですね。これはやったことがないことですから非常に難しいと思います。ですが日本人苦手っぽいですけど苦手と言ってられないので、いや本当そういう考え方をしないといけないと思うんですよ。今この時代、今までの考え方がガラッとパラダイムが変わってしまう可能性もあるわけですから、でじゃあアメリカがまた元通りって言いますが、オバマバイデン時代のような戦略に戻るのかとかね、これも可能性としてはゼロじゃないんで、もう一回西側諸国をバインディングして、イデオロギー対決みたいな形に戻せるのかどうかです、これも難しいかなと。でもなんかトランプさんはですよね、ルール変えてまでも2032年までもしかしたら大統領をやってるかもしれないみたいなこと言ったりして、それも本人なんか否定的になったりしてますから。そうですね。ですからアメリカの考え方がどう進んでいくのかっていうところですね。でだから今までの既存の価値観、典型的なあるいは模範と考えてたものが全部変わるかもしれないっていう、そういう時代に突入したっていうのが、今回の米中首脳会談、歴史後になって振り返ってみれば、ここが分水嶺といいますか、転換点だったというふうに、なる可能性が非常に大きな会談だったと思います。なるほど。時リですという言葉がなかなか発音しにくいですよっていうのだけで論説を組み立てていた新聞もありましたから。某朝日新聞ですか？いやちょっと私もそこは取り上げる力もいや別にだってそれはじゃあ私が言います。天聖人語ですね。いやもう本当ね、開いた口が塞がらないと言いますか、もう取り上げる気力も起きませんでしたね。朝日新聞の本社はどこにありますか？築地ですって言えば覚えやすいでしょっていう内容。そういう話が書いてあったいやもうちょっとどういう分析ができるのかっていうのをね、示すものだと思ってたら違ったんで、ちょっとそういったこともあって、やっぱりみんなちゃんと、一つ一つの
こういう公式発言というのを、真正面から僕は捉えるべきだと思います。はい、いやこれ宮崎さん嫌なコメントしなくていいですけど、いや、最悪のシナリオってだから鈍郎主義っていう、鈍郎主義、はい、西半球は自分たちが管理するって言って、じゃあ東半球は中国が管理します、じゃあお任せしますねってアメリカが言い出したら、それは日本や台湾は東半球だから中国になんかこうの圏内に入ってしまうんじゃないかっていう最悪のそういうシナリオってあるのかなとふと思っちゃったりなんかして、僕はあんまり地政学詳しくないしあんまり好きでもないんですけども、そのアメリカっていうのを地図で見た時に、やっぱり西側は海で、もし日本が東半球なので中国がどうぞっていうふうにやっちゃった場合、そこからアメリカまで、ノーガードになっちゃうんですよね。ノーガード、確かに。ですがそういう意味でも日本というのをアメリカがそんなに簡単に、手放すっていうことはないと思うんですが、ただ台湾どうぞとやった場合そこが中国が素通りになって太平洋出てきますから、そういうことですね。それとあまりこれで経済の話に結びつけるのもないかと思いますけど、やはり今世界三弱通貨と言われているのが韓国のウォンとフィリピンのペソと日本の円ということで、やはりアメリカとの同盟関係で、が強固なアジアの3カ国が今経済的にも弱い立場にあるという見立てになってますからね、そういう中でやはりその辺のことも考えていかなければいけないし、いや本当難しい時代だと思います。革新的利益が西半球だといってベネズエラをああいう形で攻撃して今度コロンビア、キューバとかそういう話も出てきてますよね。あるいはグリーンランドの領有だとか言ってますよね。一方で飛び地って言いますかね、イランの方へイスラエルと一緒に攻撃したりもしてますんで、だからその辺は完全に西半球と東半球を半分に割ってっていうのは昔スペインとポルトガルがそんなことを言ってましたけど、そんな単純なもんじゃない。いやとか横暴な話ですよね。横暴ですよ。それはもちろんそうですよね。だからそういう意味でカナダのカーニーさんが中堅国の結集を呼びかけてるんだと思います。それが正解かどうかは分かりませんけど、一つの、いろんな過渡期の中で、そういう考え行動っていうのが必要になってくる局面はあろうかと思います、とか考えなければいけない局面もあろうかと思います。整然と物事がは進まないですからね。行き過ぎたり戻り過ぎたりと繰り返していきますからね。その局面でやっぱりこっちが正解だったとかって思っても結局中長期的にどっちが正しいかっていうのを選んでいかなきゃいけないんで、非常に難しい局面ですね。思考が必要な、考えましょう。わかりました。今日は築地ですの罠、違ういや本当にがっかりしたんですよ僕。のお話でございました。いや本当こういう国際会議の舞台、首脳会談の舞台の公式発言というのは一つ一つしっかりと理解をして、積み重ねて、どういう変化があるかというのを、考えていくべきだと思います。ありがとうございました。